皆さんこんばんは、こんにちは、ヘロー、アンニョン、猫です。いやー、7月ですね。例によってこの収録をしているのはまだ6月なんですが、毎年6月ってね、前も言ったみたいに蝦夷梅雨と呼ばれる結構雨が続く日が多いんですよ。だから北海道にしてはね、しっとりもわっとしていて、ジメジメしてる日もあるし、洗濯物も乾きにくいなみたいな感じなんですが、今年はなんかね、気温がそこまで上がらない蝦夷梅雨だったみたいで、どちらかというとやっぱり寒い日が多かったですね。この前もね、子供たちの遠足とか校外学習とかね、普通に休みの日に公園に行くとかもあったんですけど、天気が良さそうだから半袖で行ったらね、鳥肌立つぐらいうすら寒いとか、さっきまでピーカンだったのに突然雨と雷みたいな。子供たちもね、暑くなったと思ったら気温が下がってちょっと鼻風邪ひいちゃったりして、日差しもね強すぎるのか、紫外線でちょっと肌荒れしちゃったりしてね、バタバタしてました。私もね、ちょっといつもと違う体調不良に見舞われていたりして、なんかちょっとハードモードな6月でしたね。こんな感じで今回もつらつら独り言を垂れ流していきたいと思いますので、ぜひ作業のともに BGM にご自由にまったりお過ごしください。さて今回は私がね、最近ハマっているスター・ウォーズの世界にどっぷり使っていただこうかなと思いますね。ただ歴史的超大作 SF シリーズであるがゆえに、一部のね熱烈ファンがちょっとやかましい界隈でもあるんですよ。だからないとは思うんですけど、噛みつかれても私は対応しないので、なんならそういうちょっと熱烈すぎるファンからしたら私はクソにわかなんでね、うすら笑いながら聞いていただければと思います。なんでこんなめんどくさいね歴史的超大作に触れるかというとね、5月の末からマンダロリアン&グローグーっていうスター・ウォーズのスピンオフ作品の劇場版が公開されていました。これがね、ドラマが先行して公開されてたんですけど、ドラマの方で私はドハマりしてしまって、夫はね、私よりスター・ウォーズファンなので、劇場公開作品はね、劇場で見るくらい好きなんですよ。私はそこまでじゃないので、ディズニープラス契約してるから、そのうち見れるようになるでしょくらいでいるんですけど、で夫もね、このマンダロリアンの映画を映画館に見に行ってたんですけど、私はその時ドラマをちょうど追いかけ始めたあたりだったので、見に行っておいでみたいな感じで行ってもらったんですよ。で夫が劇場で見終わってから私もドラマの視聴が追いついたので、今ものすごいね劇場版を見たくてしょうがないんですけど、でもこれもね、ディズニープラスで見られるようになるまで待てるレベルのファンなので大したことないでしょ。でこの劇場版のマンダロリアンがね、スター・ウォーズを見たことがない人にも楽しんでもらえるようにっていうコンセプトのもと作られているので、ご新規ホイホイだったみたいなんですよ。映画を見た夫もね、良くも悪くもドラマの延長っていう感じだから、こっから入る人にはすごく優しい作りになってたと思うっていうことを言ってたので、今回でね初めてスター・ウォーズの世界観に触れたっていう方も入りやすい入り口だったんじゃないでしょうかね。スター・ウォーズは知らないけどダース・ベイダーは知っているっていう人も多いでしょ。それと同じでマンダロリアンは知らないけどグローグーはベビーヨーダとして知ってたみたいな人もね多かったようですね。このグローグーのね人気が大爆発していて、私もすっかり虜なんですよ。まずね、もう解説し尽くされてるんですけど、スター・ウォーズの世界観をざっくりこのにわかがね語っていきたいと思います。
夫がね1時間くらい語れるって言ってたんで、本当は夫に語ってもらいたいんですけど、まあそれはまた今後のね楽しみということで撮っておきたいなと思います。で、マンダロリアンをね抑える前に大事なスターウォーズの世界観を知るために本編の映画を見てほしいと思います。本編の映画はエピソード1からエピソード9まで今のところあるんですが、この1から9までで30年くらいリアルに経ってます。だから当時からね監督のルーカスが思い描いていたシナリオをね映像化するのって至難の業で、当時の最先端映像技術を駆使して映画が作られているので、昔の作品から追いかけてみると映像技術の進化もね一緒に追いかけることができる作品なんですよ。で、本編映画は不思議なことにエピソード4から公開され始めます。エピソード4から6はスター・ウォーズの根幹とも言える作品ですね。ルーク・スカイウォーカーという一人の青年がフォースというね特別な力を操るジェダイになるまでの物語が描かれています。フォースを使うジェダイというねかっこいい戦士というか魔術師というか、そういう人たちが宇宙を駆け巡るお話がえらい長く壮大な物語として描かれている作品と思えば理解が早いかもしれません。エピソード4はね当時映画館で見ていた人たちもハテナマークを浮かべながら見始めて、世界観難しいけどなんか宇宙船とか出てくるしかっこいいし映像すげえみたいな感じで話題になったので、今初見でエピソード4から6を見てもっていう感じの人が多いと思います。一応ね注目ポイントっていうことで言うと、この時代にハンソロっていうね荒くれ者の賞金稼ぎが出てくるんですけど、それをね若き日のハリソン・フォードさんが演じていますね。監督のねジョージ・ルーカスさんとはインディ・ジョーンズシリーズでもねご縁があったみたいで、当初ねルーカスはインディ役にハリソン・フォードの起用を反対してたらしいんですよ。なんか自分の作品イコールハリソン・フォードみたいな印象がつくのが嫌だったみたいで、ただルーカスからねインディシリーズの制作を引き継いだスピルバーグ監督がスター・ウォーズのエピソード5を見てね、インディはハリソン・フォードしかいないってこうインスピレーションを受けてキャスティングにご利用ししたっていうお話があります。話がそれましたが、ルーク・スカイウォーカーというねなんかフォースのポテンシャル高いやつが緑のしわしわパペットヨーダにね修行をつけてもらってジェダイというクソ強ジェダイナイトになってねダース・ベイダー率いる帝国軍に喧嘩を売るのがエピソード4から6です。映像技術はね30年以上前なので今見たら古いんですけど、それでも当時はこんな話が映像化できるのかってね、今の映画の映像技術の核になるようなものを使っていた作品ですね。私はねこのエピソード4から6の戦闘機の戦闘シーンが好きで、ライトセーバーといってねフォースを操れる人が使えるビームサーベルみたいなのがあるんですけど、戦いはまだちょっと申し訳ないけどチャンバラなんですよ。そういうね歴史的な部分も楽しめる古典作品シリーズと言えるんじゃないでしょうかね。続く本編映画がエピソード1から3、エピソード番号がね戻るんですけど、これは理由があって、エピソード4から6で戦うことになるダース・ベイダーの誕生秘話が描かれているのがエピソード1から3なんですね。だからダース・ベイダーの中の人の子供時代とか青年期が描かれています。エピソード4から6を見るとね、ダース・ベイダーのこのシーンはこの1から3の歴史があったからなのかっていうのがねよくわかります。エピソード4から6の主人公ルーク・スカイウォーカーが自分の中に眠るフォースに気づくきっかけを作ってくれるね
オビワン・ケノービという人がいるんですが、このオビワンのね若い時代でもありますね。1から3はこのオビワンをねユアン・マクレガーさんが演じていて超かっこいいです。またパドメというね女性議員がキーパーソンとしてエピソード1から3に登場するんですが、このパドメ役をナタリー・ポートマンさんが演じていてお美しいです。ダース・ベイダーがいかにして生まれたのかっていうのがね描かれているのがエピソード1から3なので、マンダロリアンの世界よりもだいぶ前の話になります。マンダロリアンとは直接関わってこないんですけど、スター・ウォーズの世界観を理解するためには必須のエピソードなので、4から6を見た後にぜひ見てみてくださいね。さあ続いてね、一応本編に位置づけられてはいるんですが、批判が多すぎて本編に位置づけてないファンも一部いるらしいというね物議を醸しているのがエピソード7から9です。エピソード6でね一度宇宙に平和が訪れたんですが、そこからさらに30年くらい経って新たな敵がね水面下で拡大していて、ジェダイがほとんどいなくなってしまった時代でどうやって戦っていこうかみたいな感じのお話ですね。新世代スターウォーズということでキャラクターたちの世代交代が行われているような印象ですかね。おじいちゃんになったルーク・スカイウォーカーが出てきたり、おじいちゃんになったハンソロが出てきたり、新しい世代のねフォースを秘めたキャラクターも出てきたりして、本当に新世代という言い方がねぴったりなシリーズになっています。この作品ではね役者さんたちも30年くらい年を重ねているので、途中でね亡くなってしまったりしているんですが、映像技術の進化ですね、デジタルレゾレクションというね技術で亡くなってしまった俳優さんとかの過去の映像とかを駆使して映像で部分的に復活させるみたいな感じの技術が使われています。だからこのエピソード7から9でも亡くなってしまった俳優のキャラクターを映像で復活させていて、それがね違和感が全くなくて、ここまで来るのかっていうね技術の進化に感心しますね。ライトセーバーバトルとか飛行船の飛行シーンもねすごい臨場感たっぷりなので、その辺は現代のね映像技術っていう感じで迫力満点です。そういうね技術的な部分では現代版という感じでとても面白く見ることができるんですが、ちょっとね監督がコロコロ変わったりしていて、話の筋道もねちょっとルーカスにちゃんと許可取ったんかなっていうぐらいね拡大解釈が激しいんですよ。現代の映像技術でスターウォーズの世界観を見るっていう視点としては7から9はすごく面白いんですけど、スターウォーズの世界観っていう視点でいくと結構二次創作感のあるシリーズです。見た方にその辺の解釈は任せていいと思うので、スターウォーズの世界観を隅々まで見たいっていう方はね7から9までしっかりチェックして見てみてください。でマンダロリアンとの関係では本編映画をチェックした後にスピンオフ作品を追いかけていくことになるんですが、スピンオフ作品の劇場版で絶対に見てほしい作品があって、それがねローグワンです。これは時系列としてはエピソード4の直前が描かれています。この作品ねエピソード7とエピソード8の間に公開されているので、映像技術がねバッチバチに高い上にストーリー構成が神がかってる作品なんですよ。で前にねダヴィンチコードの話をした時に紹介してたと思うんですけど、フェリシティ・ジョーンズさんが主要キャラクターのジン・アーソという役で出演されていて、めちゃくちゃいい役やられてます。でこの作品かなり出演陣が豪華で、ファンタビで2代目グリンデルワルドを演じているイケオジマッツ・ミケルセンさんとか、イップマンのシリーズのドニー・エンさん、
ラストキングオブスコットランドでアカデミー主演男優賞を受賞したフォレスト・ウィテカーさんなど、スピンオフにしてはね豪華すぎるキャストになってます。この作品はね直接マンダロリアンに関わるエピソードではないんですが、傑作すぎる上に、スター・ウォーズのなんていうんだろう、時代をねこう追っていく流れの中では必須のエピソードなので、エピソード4から6、そして1から3を見終わったらぜひローグワンまで見てみてください。さあ、そしてね、九段のマンダロリアンね、映画から入った人はねドラマシリーズのマンダロリアンを追いかけてください。これから映画を見るっていう人はぜひドラマシリーズのマンダロリアンを予習してから映画に挑んでください。マンダロリアンって呼ばれてるんですけど、アーマーをかぶった人ね、あの人はマンドーと呼ばれてるんですが、ちゃんとね名前があって作中で出てきます。マンダロアというね惑星にいたマスクとアーマーを着た部族の総称がマンダロリアンなんですね。でマンダロリアンにもいろいろ宗派みたいなものがあって、マスクを取る人もいればマスクを絶対取らないっていう人もいます。ドラマシリーズを見るとね、マンダロリアンとグローグーがねどうやって親子になったのか、その流れを見ることができるのでよりハマります。映画ではねもう相棒になったマンドーとグローグーが描かれていると思うんですが、ドラマではまだこう殺伐としていて、マンドーがねツンツンしてるんだけど、絶対今グローグーのこと可愛いと思ってるじゃんとか、なんかこんないかついやつがほだされやがってみたいな新しい感情とともにね2人を見ることができるのですごいいいですよ。そしてドラマのねマンダロリアンは視聴順にちょっと注意が必要です。シーズン3までドラマが公開されてるんですが、シーズン2の最後にブックオブボバフェットっていうね違うキャラクターのスピンオフが挟まってくるんですよ。これは勝手にそうなるんじゃなくて、自分でブックオブボバフェットを選択しないと見れないので、このねボバのスピンオフドラマの5話からねマンドーとグローグーが大活躍する話が入ってます。だからこのボバのドラマは実質マンダロリアン 2.5 って言われてるので見逃さないでください。でボバの5話からマンダロリアンのシーズン3に進んで、映画を見るのが自然な流れかなって思います。で今私も追いかけてるんですけど、マンダロリアンを見終わったらクローンウォーズというねシリーズを見ていきます。これはねアニメ映画とアニメシリーズがあるんですが、まずはアニメ映画の方を見てください。エピソード2からエピソード3あたりのねスピンオフで、アニメ映画の方を見たらアニメのシリーズの方を見ていきますね。このアニメシリーズの方がマンダロリアンにも関わるキャラクターたちがねたくさん登場します。でこのシリーズもね結構長いので、ライト層はねここで離脱してしまうことが多いみたいです。私もねちょっと最初苦痛だったんだけど、シーズン1からシーズン2は正直ながら見というか BGM 代わりで見るくらいで大丈夫なんですけど、シーズン3からぐっとお話が濃くなって面白くなってくるので、シーズン3からはね見逃さず見てみてください。クローンウォーズもね私はこの収録の時点では見終わったんですけど、もうねやばい。クローンウォーズのね最後のシーズンとか画質がもう映画じゃんみたいなめちゃくちゃ気合入ってるので、終盤に向けてねどんどん面白くなっていくので見てみてください。でクローンウォーズが見終わったら今私が追いかけてるんですけど、反乱者たちっていうねスピンオフシリーズがあるのでそっちに進んでくださいね。ここまでねまとめると、マンダロリアンの映画からスターウォーズに入りたいっていう方は、まず本編ねエピソード4から6、そして1から2を見た後にスピンオフのね
ローグワンを見て、でドラマのねマンダロリアンのシーズン1からシーズン2、そしてボバのドラマ5話から見てシーズン3に進むと。でさらにクローンウォーズのね映画とシリーズの方を見ていただいて、で見終わったら反乱者たちまで行くと。でここまで行くともう各キャラクターにフォーカスしたスピンオフごとに見ていく感じになるので、好きなキャラクターからねこうかいつまんで見ていただく形になるかなと思います。来年ねスターウォーズはエピソード4が公開されてから50周年を迎えます。マンダロリアンから入ったっていう方はねまだまだ追いつけますし、もうね一生見れんじゃないかなっていうぐらいシリーズ作品があるのでね、ずっと楽しめると思います。ディズニーにね買収されてからのスターウォーズは何かと批判されがちなんですが、その批判の中をね見守るのもなんか別な楽しみがあってね面白いです。みんなここ引っかかるんだみたいなのをね見るのも面白いので、ぜひ世界観をね隅から隅まで楽しんでみてください。あとねマンダロリアンの監督はジョン・ファブローさんが手掛けているんですが、お名前聞いてピンとくる方いらっしゃいますよね。実はねマーベルシリーズのアイアンマンの中の人、トニー・スタークのね SP をやってるハッピーというキャラクターがいるんですが、その人なんですよ。役者としてもね結構魅力的なのに監督までいけちゃうというね、しかもねルーカスの世界観を本当にこう忠実に再現できるというか、ファンが望むスター・ウォーズの世界をね現代版に仕上げながら魅力を増幅させてくれるような監督さんですね。マンダロリアンではとにかく新規でも楽しめるようにっていうコンセプトのもと、グローグーを可愛く見せる努力がされていて、 CG ではなくねパペットでグローグーの映像を撮っているんですって。細かく耳とかね表情とか動いてるんだけど、周りに5人ぐらい黒子がいてね一生懸命動かしてるみたいです。そういうこだわりがあるからこそみんながね熱狂する作品を作ることができるのかなとも思いますね。ドラマを追いかける人はねぜひグローグーの細かい動きまで見てみてください。さて今回はマンダロリアン全力 PR 会になりましたが、いかがだったでしょうか。この映画がね公開されるにあたってビックリマンチョコとコラボしていて、もうねシール集めが止まらない。夫がねどっか出かけるたびにビックリマンチョコ大量に仕入れてくるんですよ。で100均にあるねマグネット買ってきて、なんかビックリマンチョコのシールがねちょうどぴったり入る推し活用のマグネットなんですけど、そこに今一押しのねグローグー単体のやつとルークがグローグー抱っこしてるシールが飾られています。もうね可愛くて、このシール1個150円くらいだから推し活としてはねだいぶリーズナブルなんだけど、全24種類らしくて残り12種類なんですよ。もう3000円以上貢いでるから、でもコンプしたいよね。このビックリマンチョコがさまた美味しいんですよ。こんなに立て続けにねビックリマンチョコ食べることないから、私も初めて知ったんですけど、チョコの中にねザクザクしてる塊が入ってて、チョコそのものも美味しい。ビックリマンチョコってこんな美味しかったっけって、そっちでも改めてね感動したんですが、推し活ってさ楽しいよね。推し活はさ私もライトに楽しむ派なんですが、好きなものというかさ熱中できるものがあると活力が生まれていいですよね。今はちょっと事情があってね離れてるんですけど、 BTS を推していた時は子供の成長を見守るに等しい目線でね応援してたなとか思ったりして、マンドーとグローグーに関してはねこのいかちいアーマーのおいたんが緑のぬいぐるみをめでてる姿をずっと見ていたいって思います。こんな感じでね暑苦しい映画の話を文章でしてしまっているのがブログしょっちゃんファイヤープラスです。
もうね、盛り上がりすぎると1万字とか平気で超えちゃって、最近はね、ちゃんとシリーズものを分割して書き直したりしています。スターウォーズの記事もね、もともとあったんですけど、エピソード1からエピソード9までまとめて書いちゃってるから、かなりのボリュームでいます。いつかね、分割して、今回みたいにライトに読める記事にしたいなと思います。見ているスピンオフもね、見終わり次第レビュー記事書いていきたいなと思うので、映画の深掘りとかが気になる方はね、ぜひ見てみてください。作品の考察をしているっていうよりは、キャストとか監督の関連作品とか裏話が多いので、そういうね、小話が好きな方はぜひ一緒に語りましょう。皆さんの推し活も教えてくださいね。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第11回、緑のしわしわちゃんでした。したっけねー。